J リーグ公式が5月8日に J スターズレポート2025を公開しました。この動画ではそのレポート内に記載されている J スタッツを元に選出したベスト11を紹介していきます。その内容はポジションごとに複数の評価テーマと関連するスタッツを定めてスコアを算出し、評価テーマごとの重要度を掛け合わせたトータルスコアの高い順に選出している。対象選手は各ポジションで第9節までに5試合以上に先発出場した選手とする。なお、このスコアはあくまで対象選手内の結出度を測るためであり、選手の優劣をつけたり異なるポジションの選手と比較したりするものではないとのことです。各評価テーマと関連スタッツについても見ていきましょう。システムは4-4-2のようです。なお、選手名についてはテンポアップのため継承略とさせていただきます。ゴールキーパー小島京介、柏レイソル。セーブ力、攻撃への関与で共に3位、さらにエリア外ボールゲイン数も候補選手中3番目に多い8回を記録し、すべての評価テーマで高水準の数値を記録した。ここまで本文引用。ゴールキーパーの評価テーマは大きく4項目。セーブ力、クロス対応、攻撃への関与、カバー範囲で、さらに細かい関連スタッツの総合値から選んでいます。なので前述の4項目の平均値が最も高い選手がベスト11に選ばれているようです。では各評価項目ごとのトップ3の選手たちを見ていきましょう。セーブ力1位は村上正明、福岡。クロス対応1位は上福本直人、湘南。攻撃への関与1位は藤田和樹、新潟。カバー範囲1位は太田学次、京都となっています。皆さんの予想、期待、選手は入っているでしょうか。ちなみに私個人としての評価は村上、ブローダー戦あたりを高評価としていたのですが、いかにセーブ能力しか見ていないということが分かってしまい冷や汗ものですね。続きましてセンターバックの発表です。センターバックからの選出は2名。住吉ジェラニレショーン、清水エスパルス。ディフェンシブサードでのタックルダッシュ数でリーグ1位の17回、自陣空中戦勝率では候補選手中2番目に高い 86.2% を記録。球際での圧倒的な強さを見せた。ジェイソン・キニョーネス、横浜 F マリノス。ペナルティエリア内でのクリア数がリーグ1位の55回、シュートブロック数もリーグ2位タイの9回、失点につながりそうな危険なシーンを数多く防いだ。ここまで本文引用ということで、身長が飛び抜けて高いというより、キニョーネス 185cm、住吉 183cm、特に身体能力の高いイメージの2名が選出。センターバックの評価テーマは5項目。引き回避、空中戦、ボールダッシュ、攻撃への関与、得点への関与という項目で評価しているそうです。では項目ごとのトップ3の選手たちと1位の選手たちも見ていきましょう。引き回避ジェイソン・キニョーネス、横浜 F マリノス。空中戦、上田直道、鹿島。ボールダッシュ、住吉ジェラニレショーン、清水。攻撃への関与、鈴木優斗、湘南。得点への関与、綱島優斗、東京ヴェルディとなっています。皆さんの予想、期待、選手は入っているでしょうか。気になるのは安藤智也、福岡。 J デビューは J3 の今治、そこから J2 の大分を経て今年 J1 の福岡にたどり着き、高い評価を得ています。こういった地道に実績を積んできた選手は応援したくなりますね。さらにそれはなんとなく知ってた。菅野すごい空中戦1位、
上田直道、J2 昇格組の田上大地の健闘ぶりも光ります。続いてはサイドバックウイングバック部門の発表です。右、左で1名ずつの選出です。右サイドバックウイングバック、久保藤次郎、柏レイソル。2ゴール1アシストと直接ゴールに関わるとともに、候補選手中4位の総走行距離 95.9km、同3位の総スプリント176回を記録。豊富な運動量でチームに勢いを与えた。左サイドバックウイングバック、安西幸輝、鹿島アントラーズ。バイパス数が候補選手中1位の691、スルーパス受け数も同3位タイの10回と、出し手としても受け手としても攻撃を活性化させた。アシスト数もリーグ3位タイの3を記録。本文引用。ここまで安西幸輝は何よりもレオ・セアラを中心とする前線への精度の高いクロス。久保藤次郎は右サイドをかっ飛ばし、自身もゴールを決める攻撃への貢献度が特に印象の残る選手です。サイドバックウイングバックの評価テーマは5項目。攻撃への関与、守備への関与、突破力、クロス、得点への関与、運動量等の総合値からの選出となっています。では項目ごとのトップ3の選手たちと1位の選手たちも見ていきましょう。攻撃への関与、安西幸輝、鹿島。守備への関与、半田陸、ガンバ大阪。突破力、クロス、畑大河、湘南。得点への関与、久保藤次郎、柏。運動量、菅井秀弘、京都。いかがでしょうか。やはりこの表でも久保の存在感は際立ちますね。ガンバの両サイドバックが評価されているのは喜ばしい限りなのですが、気になるのは菅井秀和。23年に甲府からまさかの鹿島移籍を果たすも、24年にはノーノが大ブレイク。ポジションを奪うことができず、今季は京都へ移籍。しかし京都では不動の右サイドバックであったはずの福田からポジションを奪い、今季はすでに4つのアシストを記録。プロとしての厳しさを乗り越えて現在好成績を収めている京都を支えています。個人的に注目しています。昨シーズンから高い評価を得ている川崎の三浦も気になるところ。続きましてミッドフィルダー部門の発表です。右、左で1人ずつ、中央に2名の計4名の選出となります。北野颯太、セレッソ。シュート数27本と4ゴールはいずれも候補選手中1位、総走行距離でもリーグ1位の 110.5km を記録し、縦横無尽の活躍を見せた。ルーカス・フェルナンデス、セレッソ。リーグ1位のラストパス数22本と高いチャンスメイク能力を発揮。また被ファウル数でもリーグ1位の24回を数え、相手守備陣の脅威となった。小泉佳生、柏レイソル。アタッキングサードにおけるオープンプレーのパス数でリーグ1位の201本を記録し、攻撃を牽引した。総走行距離も 109.8km でリーグに。稲垣翔、名古屋グランパス。候補選手中2位タイかつチーム内トップの3ゴールデュエル勝利数でも候補選手中5位の36回を記録し、攻守両面でチームを支えた。本文引用。ここまでこれサイドハーフもディフェンシブハーフもオフェンシブハーフも一緒くたのカウントになっているので何とも言えない選出ですが、北野は今季すでに4ゴール2アシストを記録。セレッソの攻撃の中心人物となっています。そしてルーカス・フェルナンデス、もともと評価は高かったのですが、今季さらに鋭さを増した感のある精度の高すぎるクロスを武器に現在アシスト王を独走しています。小泉佳生は
まさにリカルドサッカーの申し子と言ってよい活躍。現在リーグ1位と言われている1試合平均約612本のパスのアタッキングサードにおける重要なレシーバーでありながらも、運動量でも貢献し、右でも左でも中央でも機能するという万能ぶり。稲垣翔は現在苦しい戦いを強いられている名古屋でチームトップの5ゴールを記録。守備での貢献も高く、その活躍は今の名古屋は稲垣で何とか持っているとサポーターたちからの信頼も厚い選手です。ミッドフィルダーの評価テーマは5項目。得点への関与、守備への関与、チャンスメイク、デュエル、運動量の5項目です。では項目ごとのトップ3の選手たちと1位の選手たちも見ていきましょう。得点への関与、北野颯太、セレッソ。守備への関与、ネタラビ、ガンバ大阪。チャンスメイク、ルーカス・フェルナンデス、セレッソ。デュエル、原太一、京都。運動量、北野颯太、セレッソ。いかがでしたでしょうか。ベスト11以外の選手で気になるのは相馬選手。個人的に7月に開催される E1 サッカー選手権での代表招集は固いと思っているのですが、ネタラビ選手の守備面での貢献もさすがといったところですが、守備への関与の項目で三木智也が入っているのは少々意外というか、どちらかといえば攻撃で違いを作る選手だったのですが、今季はチーム内得点トップの4ゴールを決め、攻撃面で結果を出しつつも率先してプレスをかけていく姿も印象に残ります。攻守両面にわたって新生福岡を引っ張っていく存在となっています。原太一のデュエル1位はちょっと意味が分かりません。そもそも彼はフォワードのはずなのですが、190センチオーバーの高身長で前線からプレスをかけまくり、こちらが頭をひねるような活躍を見せるのは正直やめてほしい。この選手も E1 の代表で見たいと思うのですが、果たして選出されるかは森保の溝知るといったところなのですが、では最後にみんな大好きフォワード部門の発表です。今季最も活躍しているフォワードといえば、ある程度想像がつきそうなものですが、ラファエル・エリアス、京都サンガ。ゴール数プラスアシスト数でリーグ1位の9、6ゴール、3アシストを記録。クリア数でも候補選手中1位の20回を記録し、両ゴール前での貢献度の高さが光った。レオ・セアラ、鹿島アントラーズ。シュートのゴール期待値合計 3.0 に対してリーグ1位の8ゴールを記録。期待値の差分で 5.0 という他を圧倒する決定力の高さを見せつけた。本文引用。ここまで5月上旬、現在の得点ランキングでもこの2人が1位、2位を記録。今季の序盤はこの2トップが頭一つ抜けた活躍をしていたのは明らかです。所属チームもこの2人に引っ張られるがごとく、鹿島は首位、京都も3位と上位を維持しています。この活躍はいつまで続くのでしょうか。フォワードの評価テーマは5項目。得点への関与、決定力、攻撃の起点、脅威となるアクション、守備への関与。では項目ごとのトップ3の選手たちと1位の選手たちも見ていきましょう。得点への関与、レオ・セアラ、鹿島。決定力、レオ・セアラ、鹿島。攻撃の起点、オセフン、町田。脅威となるアクション、レオ・セアラ、鹿島。守備への関与、ラファエル・エリアス、京都。いかがでしたでしょうか。いかがでしたも何も、レオ・セアラがなかなか引っ込んでくれないのですが、実に5項目中3項目でレオ・セアラがトップです。恐ろしいほどの活躍ですね。守備への関与の項目ではラファエル・エリアスが1位、
ミッドフィルダー部門の項目に原太一が登場したように、今季の京都はまさに全員攻撃全員守備を体現しているような、それを裏付けるような数値が算出されています。攻撃の起点の項目でオセフンが1位にカウントされているのも、これもまあ納得。町田の攻撃は基本的に彼のポストプレーから始まります。今季は苦戦している新潟から長谷川元樹の選出も見逃せません。この数値から限られたチャンスを何とか生かしている彼の姿が垣間見えますね。このメンツの中では他にジャーメイン、柿田、鈴木のうち誰かは E1 の代表で見てみたいと思うのですが、ということで J リーグ公式が J スタッツをもとに算出したベスト11、いかがでしたでしょうか。現状と少し噛み合っていないと感じる方も見えるのではないでしょうか。それもそのはず、このデータはあくまで9節までのデータをもとに作成されているので、例えば浦和の5連勝などはこのデータに含まれていません。なので今現在と多少の違いを感じるのはやむを得ないところです。ただ7月に開催される国内組で形成されると噂の E1 東アジアサッカー選手権での代表招集、その代表選手の予想の一助になるかもしれません。あなたの推しチーム、推し選手の名前はありましたでしょうか。またこの中から注目選手を探すというのも面白いかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。